はい、皆さんこんにちは。アンティスの直江です。今日はですね、先日ブラックマジックから発表された ATEM mini Pro についてご紹介したいと思います。で、今日なんですけど、いつもとはちょっと違って、編集しなくはないんですけど、よりライブっぽく、実際にATEM mini Pro を使ってスイッチングしながらこの製品について皆様にご紹介していきたいと思います。今、撮影環境がどうなってるかっていうと、まずこの僕を映している引きのカメラ1ですね。α7 III で撮影してます。で、この ATEM mini Pro の手元を撮影するために、こちらですね。古いキャノンのカメラなんですけど、それで手元を撮影してます。ちょっとこれ昔のカメラで、どうやっても外の黒縁が取れなくて、レクマークとかも入っちゃってるんですけど、画質もあんまり良くないんですけど、ちょっとそこはご了承ください。それと、僕のパソコンですね。この ATEM mini と一緒に使うソフトウェアの画面が表示されています。で、こちらをご覧いただきたいんですけど、ご覧の通り4本の HDMI 入力が可能で、その隣にマイク1、2って書いてるんですけど、別個にオーディオを LINE 入力で入れることも可能です。で、あんまり知らない方も多いんですけど、普通、カメラをパソコンに直接つないでも、その映像ってパソコン側で読み込めないんですね。パソコン側でカメラの映像を読み込むためには、キャプチャーボードっていうものが必要なんですね、別個。なんですけど、この ATEM mini Pro には、そのキャプチャーボードの機能が搭載されているので、パソコンにあるウェブカメってあるじゃないですか。あのカメラとして認識してくれるんです。今回 ATEM mini Pro になって新しく追加された機能は大きく3つあります。以前の ATEM mini はこれだけで配信することってできなかったんですね。なのでそういった配信専用のソフトウェアですね。例えば Wirecast とか OBS とかそういったものと ATEM mini Pro をつなぐ必要があったんですけど、今回の ATEM mini Pro ではそういったソフトウェアを使わずに YouTube とか Twitter に配信することが可能になりました。またUSB アウトと ATEM コントロールっていうイーサネットのアウトがあるんですけど、ATEM mini ではこの USB アウトを使うことによってパソコンと接続していたんですけど、でも今回はイーサネットを経由してパソコンと接続することが可能になりました。これ何がいいかっていうと、こうすることで USB の端子が一つ開くんですね。で、今回の新機能でもある、ここの USB の端子に、例えばお持ちの SSD とかを挿入して、直接今スイッチングしている映像を収録することができます。イーサネットのつなぎ方なんですけど、システム環境設定に行っていただいて、共有ボタンを押します。で、ここにインターネット共有っていう項目があるので、こちらを ATEM mini Pro とこのパソコンをつないでくれてるイーサネットのアダプターを選択するんですね。僕の場合はこのサンダーボルトイーサネットっていうやつです。これは商品のリンクは概要欄に貼っていくので、興味がある方は見てみてください。実際の録画方法なんですけど、後ほどソフトウェアを説明するときに詳しく説明いたします。最後の追加機能としてはこちらをご覧ください。これは今実際に僕が収録している環境ではないんですけど、こういったプレビューやプログラムモニターであったり、カメラ1、カメラ2、カメラ3、カメラ4のように入力されている各カメラや PC の絵ですね。といったものや、オンエア状況であったり、レコーディング状況などの情報が載ったマルチビューというものが確認できるようになりました。ではここで ATEM mini Pro のハードウェアについてご紹介したいと思います。映像の切り替えはこの数字を押すことによって切り替えられます。こんな感じですね。はい、簡単です。ポンポンポンみたいな感じですね。はい。ボタンを紹介すると、まずマイク1、マイク2ってなってるのが、先ほど紹介した外部のマイクを直接この ATEM mini Pro につなぐための設定ですね。ここでオンオフを設定できたり、ボリュームを上げたり下げたりすることができます。で、さらにこの AFV っていうのがあるんですけど、オーディオフォロービデオっていうもので、僕の声なんですけど、今この正面のカメラにワイヤレスマイクの受信機をつけて声を収録しているので、実際はカメラ1から音が聞こえてきます。なんですけど、入力2にしても僕の声って聞こえてますよね。これっていうのはチャンネル1がオンになっているので、どの画面を表示させていても音が聞こえてきます。なんですけど今 AFV ボタンに切り替えてみますね。おそらく声が聞こえてこないと思います。なんですけど今1ちゃんに戻すと声が聞こえてました。つまりオーディオがビデオと一緒についてくるよってことなので、ビデオが表示されてないとオーディオの声が聞こえてきません。では先ほどの画面に戻りましょう。
今ここがカットっていうボタンになっているので、これをオートにして、今ミックスになってますね。すると、こんな感じで、ちょっとディゾルブっぽく切り替えることができます。はい。すいません、今、3は何も入ってなかった。真っ黒だったんですけど。はい。で、このデュレーションの長さも決められるので、今 1.5 になってるんですけど、もう少し短くしたいなと思ったら1にするとか。で、ちょっと早めにディゾルブします。もう少し長かったら2とか。こんな感じで簡単に設定できます。はい。で、ここにスティルっていうのがあるんですけど、このスティルって押すと、こんな感じで先ほどの画像が出てきますよね。で、このスティルイメージっていうのを1枚だけ登録することができるんですね。はい。で、ここからちょっとソフトウェアを実際に使わないといろいろできないことが多くなってくるので、ソフトウェアをご紹介したいと思います。で、そのソフトウェアのダウンロード方法なんですけど、こちらのブラックマジックのサポートセンターのページがあって、この方に下に行くと、最新のダウンロード情報っていうところに ATEM Switcher 8.21 アップデートっていうものがあります。こちらで、お使いの OS に合ったものをダウンロードすることができます。で、ソフトウェアのパネルなんですけど、こんな感じになってます。先ほど出てた写真なんですけど、このようにメディアっていうタブがあるので、ここに使いたい映像を登録できるんですね、20個。はい。これで全部で20個あります。なんですけど、使えるものは、1個しかないので、どれを使うかっていうのを選んであげなきゃいけないです。なんで先ほどこのマルチビューのところを選択していたので、今度はこっちにしてみましょうかね。はい。こんな感じで切り替えました。そうすると、先ほどの ATEM Mini Pro の裏側の写真が出てきましたね。こんな感じで見せることができます。ではまたハードウェアに戻ってきました。で、このブラックってボタンを押すと画面が真っ黒になります。で、次にここですね。FTB っていうのは今まっすぐ真っ暗になったんですけど、徐々にフェード。はい。で、ここのですね、ここが新しく追加された機能なんですけど、ビデオアウトって今、マルチビューで選択してるので、マルチビューだけじゃなくて、プログラムモニターだけを出力したいっていう場合はそちらでできますし、ここで1234の入力のところもシングルで出すこともできます。はい。その上にストリームしますか、オンエアを押すだけで配信できたりします。この、配信設定については後ほど説明します。で、ここで、レコーディングですね。さっきの言った USB を通して SSD とかに収録できるかっていうボタンです。今、実際に収録しちゃってるので赤くなってます。で、ちょっと忘れたんですけど、さっきここのエフェクト、ディゾルブになってたんですけど、このミックスってなってるので、例えばこのマークにしてあげると、で、ここをオートにして、こんな感じで、トランジションもいろいろ変えることができます。はいはい。こんな感じですね。これも時間とかも変えられるので、これはいろいろ触ってみながら、いろいろ試してみてください。はい。じゃあカットに戻します。で、このピクチャーインピクチャーなんですけど、これをオンにすると、はい。こんな感じで、左上に今出てると思うんですけど、こんな感じでちょっと窓みたいな感じで合成することができます。これも場所を変えることができます。で、これの大きさであったり、位置っていうのは先ほどのソフトウェアの方で調節可能なので、そちらも後ほどご紹介したいと思います。はい。ハードウェアについてはこれぐらいなんですけど、じゃあ早速深くソフトウェアについてご紹介したいと思います。これが最初の画面なんですけど、普通のスイッチャーみたいに、これ左に4つの入力ボタンがあるので、これを押すだけでもこうやって変えることもできます。で、プレビューっていうのがあるんですけど、これっていきなり押すと、こっちのプログラムのボタンだとすぐ変わったんですけど、プレビューだと1回押してから、で、レバーを引いてあげると、徐々に変わるみたいな。こんな感じの演出とかもできるので、これはやりやすい方でやっていただいた方がいいと思います。で、次にいろいろこのパネルをご説明したいと思うんですけど、ここにアップストリームキーっていう項目があるので、ここにルーマ、クロマ、パターン、DVE とかってあるんですけど、例えば画面の左上にロゴを表示させたいっていう時にはこちらを使います。で、ここのオンエアってところを押してあげると、今左上に ATEM Mini Pro の後ろ側になっちゃってるんですけど、配置されてますよね。なんでちょっとここを変えるためにはメディアに行って、ロゴを選択してこっちに入れてあげるってなると、今左上にロゴが入ってますよね。で、これ画面切り替えてもこんな感じでロゴが入ってます。こういったキー使えるんですね。
はい、戻ります。で、クロマキーっていうと、こんな感じで、例えばグリーンバックとかだと、緑を抜くことによって、この、ATEM mini ソフトウェアコントロールの上に僕の体が浮いてるような感じ、みたいな演出もできます。ちょっと今真っ白なので、今白抜こうとしてるんですけど、白抜けないのでこんな感じになっちゃってます。はい。で、パターンをやると、例えば、この両側にしてあげると、どうしようかな。ちょっと大きくしましょうか。この辺で調節も可能です。サイズとか位置も全然可能ですね。こんな感じで雑なんですけど、スプリットの画面を作ってあげるとか、こんな感じで丸画面入るかな。こんな感じで丸画面にしてあげてやることも可能です。でこの辺は、ちょっと消しましょうか。この辺はちょっといろいろご自身で触ってみることをお勧めします。結構このキーのところって、僕もまだあんまりそこまで深く理解できてないので、いろいろできることは多いです。はい。で、この DVE っていうのが先ほどやってたピクチャーインピクチャーのとこですね。こうやらしてあげて、リセットオールにしましょうか。はいはい。で、この画面も、先ほどのハードウェアの側だとこう4つしかできなかったんですけど、先ほどのように、大きさとかも変えることができます。位置ですね。位置も大きさもこんな感じで真ん中に持ってきたりとか、こんな感じで変えてあげたりとかもできます。で、シャドウをつけてあげたりとか、ちょっと見づらいですね。こんな感じですね。で、ボーダーをちょっとつけてあげるとか、色は青にしましょうとか、こんな感じでいろいろ応用も効くので、結構これはすごい機能なんじゃないかなと思ってます、僕的には。で、配信設定なんですけど、このアウトプットのタブを押して、ここのライブストリームっていうところを押すと、配信したいところのプラットフォームが出てくるので、例えば YouTube にしてあげて、ここにストリームキーっていうのを貼り付けてあげるだけで、これで配信が可能になります。で、これクオリティとかも選べるので、お好きなところ、推奨されているものを選ぶのがいいかなと思います。で、このレコードストリームっていうのは、ここにつながっているハードドライブとかに収録しますよってことですね。今もうちょっと収録しちゃってるので、ここが赤くなってます。で、もう一個のこのソフトウェアコントロールのすごいところが、こういった独立したオーディオをコントロールできるパネルがあります。本当にこうミキサーみたいにこうボリュームを上げてあげたりとか下げてあげたりっていうのもできますし、このダイナミックスでこう音を変化させてあげたり、聞こえやすくしてあげたりすることもできますし、このイコライザーとかでいろいろ周波数を調節することも可能です。この価格帯でこの機能ができるのは僕的にはめちゃくちゃすごいなと思ってるので、ぜひこれ使ってみてください。で、僕は持ってないんですけど、今回のソフトウェアのアップデートで、ブラックマジックポケットシネマカメラ 4K、6K を持ってる方だと、ここでホワイトバランスであったり、シャッタースピード、そういったものをソフトウェア側で調節することができるようになったみたいです。で、最後になるんですけど、こうやっていろいろ自分好みのものに設定になるとするじゃないですか。そういった時にはこのファイルで Save As で押してあげると、XML ファイルをこう保存することができるんですね。ダウンストリームキーのセッティングをやりますかとか、メディアの設定をそのままにしますかとか、アウトプットセッティングをそのままにしますかみたいな感じで保存することができるので、これをおすすめです。はい。じゃあ最後にちょっと、この機能あったらよかったなって思ったところをご紹介したいと思います。まずこれ、オーディオディレイの機能がなかったのは僕的にもちょっと痛いなと思いました。これライブ配信とかって映像と音のタイミングがずれちゃう時があるんですね。音の方が比較的早いんですよ。この口が合わなくなっちゃうんですね。で、そういった時に、結構高級な、スイッチャーとかだと、オーディオディレイっていう機能があって、何フレームとか何秒とかっていう形で、音をちょっと遅らせることができるんですけど、それがないので、
プロフェッショナルにやりたいっていう方だと、ちょっと気になるのかなと思いました。なんですけど、USB 接続にして、ワイヤーキャストとか OBS みたいな感じで、ソフトウェアにつないであげると、オーディオディレイっていう機能があるものであれば、修正は可能なので、そういったものと組み合わせればいいのかなと思いました。例えば、シンプルに BGM を流すために、この LINE 入力使うとなれば、別にズレって関係ないと思うので、使い方はいろいろあるかなと思います。あと、このソフトウェアに頼らず、このハードウェア内で配信ができるって何がいいかっていうと、安定性なんですよね。やっぱりソフトウェアを使っちゃうと、このソフトウェアが配信中落ちちゃったりとか、パソコンが急に動かなくなっちゃったりってことが少なからずあるんですけど、そういった負担がこのハードウェア内で完結できると、かなり安定性が増すので、そこは僕は一番魅力的なことだと思います。なんですけど、ATEM Mini Pro では、同時配信の設定ができないんですね。例えば YouTube と Facebook と Twitter に3つとも配信するっていうことが現状できないので、そこを同時に配信できたらいいのかなと思いました。リストリームみたいなサービスを使って配信することも多分これできると思うので、そういったものも使うことで、不可能ではないと思うんですけど、そこはちょっと残念だなと思いました。いろいろ言ったんですけど、僕的にこの今7万ちょっとぐらいかなぐらいの価格帯でここまでできるっていうのは、相当すごいなと思いますし、他社さんとかも Twitter に関しては危機感を感じているぐらいの商品なんじゃないかなと思いました。そうですね。でもかなりそのテレビ番組っぽい複数のカメラを使ってレイヤーをどんどん重ねてテロップとかいろいろショルダーとかいろいろ入れてやりたいってなると、やっぱり、ソフトウェアを使う必要性もあるので、そこまでいかないそうですね。ミドルクラスの方にとってはかなり、おすすめな商品ではないかと思います。はい。今回紹介させていただいたものは概要欄にすべてリンクを貼っておきますので、ぜひご覧ください。それでは、失礼します。